こんにちは。私は神戸で地球耕す株式会社という会社の代表をしております。ほうきと申します。地球耕すという会社は主にお庭などの外交工事をしている会社です。お庭作りを通じて地球の環境を整えていくというテーマに日々活動しています。前回の講座では花壇の資材について解説していきました。今回も前回に続いてホームセンターで買い物をしていきます。地を耕す。ホームセンターには植物の種だったり苗が売ってあるコーナーがありますが、ご覧の通りですごい種類がいっぱいあるんですね。この中から植栽計画で選定した植物を探して購入します。せっかくホームセンターに来たので、たくさんの植物を見ながら植物の苗の種類や季節性について簡単に学習していこうと思います。植物にも育てやすい植物と少し手間のかかる植物があって、例えば暑さ、病害虫に強く長期間咲くスーパートレニアやバーベナ、ジニアのように植えてしまえば勝手に大きくなるものもあれば、バラのように人間が手間暇をかけて育てるのを楽しむ植物もあります。私たちが考える育てやすさとは、虫がつきにくく病気になりにくい植物のことを想定しているのですが、植物にとって害虫と病気は常に隣り合わせに存在するものですので、怖がるものでもありません。害虫と病気に関しては今後の講座で詳しく説明していきますが、例えばペチュニアのような植物は病気にならないように花柄を取って切り戻しをして虫がつきにくくなるように育ててあげるとよく成長します。そう考えると少し手間がかかる植物だと言えますね。育てやすさは植物の種類によって大きく異なってくるので、まずはそれぞれの違いを学習していきましょう。ガーデニング初心者の方が最も扱いやすいのが一年草でしょう。一年草は発芽から開花、結実、枯死までのサイクルが1年以内で完結する植物のことを言います。成長速度が速く、開花期間が長いものが多いため、初心者でも育てやすく、毎年違う雰囲気の花壇を楽しめるのが人気の理由です。あと、一年草は複雑な剪定や管理が不要で明るく、色鮮やかな花を咲かすものが多く、種類も豊富です。代表的なもので言うと、春から秋に咲く朝顔、ひまわり、コスモス、マリーゴールド、ペチュニアや秋から春に咲くネモフィラ、パンジー、ビオラ、キンセンカなどが有名ですね。一年草のデメリットとしては、1年で枯れるため、毎年植え替えの手間と費用がかかります。あと一年草は枯れた後に更地になるため、冬場など花がない時期は花壇が寂しくなると思います。一年草と似た特徴を持つのが二年草ですね。これは種をまいてから1年以上、2年以内に開花、結実して枯れる植物のことを言います。一年草と比べると成長過程を楽しめて丈夫で華やかな花壇作りに向いています。二年草の基本は初夏から夏に種をまき、その年は葉だけで、翌年の春から夏に花を楽しむものが多くて、春夏といって低温経験が必要なものが多いですね。二年草は冬を経験するので、寒冷地では冬の厳しい寒さや霜で枯れてしまうことがあり、成長が穏やかで動かないため、周囲の雑草に覆われて見失ったり、栄養を奪われたりしやすいという意味では管理は難しいです。2年目に開花して結実すると、その株は枯れてしまうという点では、一年草と同じで植え替えの手間と費用も必要ですね。二年草で代表的なものはジギタリス、タチアオイ、カンパニュラなどが有名ですね。そして3年以上継続して花を咲かすという特徴を持つものは宿根草や多年草とも言います。冬や夏などの過剰な時期に地上部が枯れても地下の根が生き続け、翌年また芽を吹いて花を咲かせます。この宿根草は皆様にとっても最も馴染みが深いんではないでしょうか。
一般的なガーデニングや公園、道路沿いの花壇、学校、病院などでも持続可能なロングライフ、ローメンテナンスな花壇を実現する手段として宿根草が植えられているのをよく見ますね。宿根草は土の中の根が残るので植え替えの手間が少なく、毎年同じ時期に開花するので季節感を感じられるのがいいですね。ただ宿根草の中には種類によって繁殖力がとても強いものもあり、爆発的に増えたり他の植物のエリアにまで広がり、花壇がその植物だけになってしまうこともあります。冬になると葉や茎が枯れて地上部がなくなるため花壇が寂しくなるのと、一年草に比べて開花期間が短く一年中花を咲かせるのは難しいというデメリットもあります。ここまではどちらかというと草花の解説だったのですが、ここからは少し背の高い植物について解説していきます。まずは私たちが言う低木は樹高50センチ程度のものを言います。低木は主に地面近くから枝分かれし、主幹が明確でない植物を定義しています。成長が比較的穏やかで手入れが簡単、長い年数をかけて育てる。山などの自生では樹高1メーターから3メーター程度になるものもあります。普段は庭の地面に近い部分をカバーしてくれたり、シンボルツリーの根元を覆うものとして人気です。低木の中にも種類があって、常緑樹は1年を通して葉を保ち、落葉樹は季節で葉が落ちるので季節による変化を楽しめます。草花にも樹高が高いものがあるのですが、それを低木とどう区別しているかというと、茎が木質化するかどうかと寿命で判断しています。低木は明確な主幹を持たないのですが、茎が木質化して強度があります。そして何年間も地上部が枯れずに残るという点で草花とは大きく違いがありますね。また低木よりさらに背の高い樹高 1.5 メーターから4メートル程度のものは中木と呼びます。その目線を遮るためリビングの窓前や臨地との境界へ配置されることが多いですね。低木と比べると中木は枝葉の分量が多いので、樹形を維持するために最低でも年に1回から2回の剪定が必要となるので手間はかかります。あと落葉樹の場合は落葉の量も増えるので掃除が必要になってくるでしょう。そして中木よりさらに背の高い樹高が3から5メーター以上になる樹木を高木と呼びます。樹高により15メーター以上を大高木、10から15メーターを中高木、10メートル以下を小高木に細分されています。高木は太くまっすぐな幹が1本立ち、上部で枝が広がる樹木で日陰を作り、暴風、騒音対策、鳥類の住処になることもあります。高木となるとホームセンターで購入するというよりは専門の業者に発注することが多いのではないでしょうか。剪定も高所作業が必要になってくることもあるので、自分で作業するというよりも造園屋さんに依頼してお手入れをしてもらうことが多いです。維持にも費用がかかりますね。植物の種類と特性を紹介しました。その特性が単純に育てやすさに直結するかというと決してそういうわけではなく、それに加えて季節性と地域性を考慮しなければ育てやすい植物とは何かにはたどり着かないんですね。あとホームセンターやお花屋さんに多く見られるのですが、季節によって販売している植物は違います。植物は季節性があるので、その季節で旬なものをホームセンターやお花屋さんは積極的に販売する傾向があります。観賞用として旬な植物を購入するにはちょうどいいのですが、長く楽しむためには購入する場合は宿根草なのか一年草なのかを知っておくと、その植物がどれくらいの期間楽しめるかわかるので安心です。またお花の季節が終わって安くなった苗などを購入して自分の庭や植木鉢で育てていくことを楽しんでみるのもガーデニングの面白さだと思います。ここは室内用植物のコーナーですね。植物にも屋外用と室内用の植物があって、その名の通りで植物は屋外で育てるのが適切なものと屋内で育てるのが適切なものに分類されます。室内用植物は
日陰でも育つ耐陰性や乾燥に強い性質を持ち、インテリア性、空気清浄効果、リラックス効果が高い植物のことを言います。直射日光を避け、カーテン越しの明るい場所を好み、成長が穏やかで乾燥に強いので、水やりが毎日は必要なく、忙しい人や初心者でも管理しやすいのが特徴です。観葉植物とも呼ばれていて、視覚的な美しさも考慮され、斑入り、丸い葉、切れ込みのある葉など、多彩な葉の形状、色が特徴的で、インテリアの雰囲気に合わせて選択肢が多くて楽しいですね。庭やベランダにスペースがない方は、こういった観葉植物をお部屋で育てる方が多いですし、インテリア性も高くておしゃれなものが多いです。法規的ポイント。ここで視聴者の皆様に法規的ポイントを紹介させてください。法規的ポイントとは、私たち地球耕すが実際の施工や植栽、ガーデニングで地球環境を整えるために心がけている信条の一つです。今回の講座を通じて視聴者の皆様にもお伝えしたい法規的ポイントは、自分が住んでいる地域の気候の特徴を知って植物と仲良くなろうです。私もいろいろな庭を作ってきたし、見てきたつもりなんですけど、それは全く同じものがなくて、どれも個性があります。その個性とは何かをいろいろと読み解いていくと、実は地域性だったりします。その地域や土地の気候に合ったものしか植物は育たないので、それがそのまま個性としてお庭に現れるのですね。そしてもっと紐解けば、その個性はその地域のホームセンターやお花屋さんにもそのまま反映されている場合が多いのです。私たちは今、神戸のホームセンターにお邪魔して買い物をしているんですけど、これがもっと南の地域のホームセンターやお花屋さんだったら、また違った植物が売っているでしょうし、北の地域のホームセンターやお花屋さんも同じなのでしょう。もし視聴者の皆さんが住んでいるエリアと違う場所に行く機会があれば、ホームセンターやお花屋さんに立ち寄ってみるのも新しい発見があって面白いかもしれませんね。そして皆さんがご自身のお庭や植木鉢でガーデニングをする際には、地域性を反映した個性のあるガーデニングが実現できるようにしたいですね。地を耕す。今回は植物の分類について解説しました。植物の種類や特性を知った上で、その地域の気温や日照時間を考慮して植物を選ぶということが大事だということが理解してもらえましたでしょうか？実際のところ植物の種類も無限にありますし、気温も変動があるので、その組み合わせは無限で常に変化していきます。育てやすい植物とは何かというテーマで講座を始めましたが、手入れがいらない植物はなくて、どんな植物でも最低限の手間をかける必要があります。その手間の少なさと植物の持つ強さが育てやすい植物になるのだと思います。ガーデニングに慣れてくると、少し手間のかかる植物にこそ愛着を感じていくこともありますよ。この動画チャンネルでは、お庭作りを通じて地球の環境を整えていくというテーマで様々なコンテンツを企画しています。今回の動画コンテンツに興味をお持ちになった視聴者の皆様は、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してもらえると大変励みになります。また、この動画チャンネルでは皆様からのガーデニングや植物に関するお悩みや今回の動画の感想などをコメントから募集しております。皆様からいただいた質問はガーデニング講座のカリキュラムに組み込んでお答えさせていただきますので、コメントからご質問ください。私たちは皆さんと一緒に地を耕したいです。